ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらの赤単を紹介したいと思います。こちらのリストですが、4月11日の MO チャレンジにおいて、9勝1敗で見事優勝を果たしたものですね。13日の MO チャレンジでも 99% 同じリストの赤単が優勝していて、またも赤単の時代が到来しています。新型赤単の最大の特徴は、光り砕くものテルサで、サマナ33速攻という標準的な赤の生物ではあるのですが、場に出た時に2枚をルーティングすることができ、最大の負け筋であるマナフラットを回避しやすくなっています。また、ほぼおまけのような能力ではあるのですが、墓地に7枚カードがある場合、アタック時にランダムに墓地のカードをプレイできるようになり、こちらも長期戦で強い能力になっていますね。以前の赤単は大山猫がメインから4枚採用されていたのですが、赤単ミラーや2色デッキ相手だと効きづらい場面も多く、速攻性があり、さらに安定感も増すテルサ採用型が赤単の今後の主流になっていきそうですね。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら5手。1、2と動けて、除去もあるということで、キープしていきましょう。できれば、多様なネズミか、3マナ息が欲しいですが、相手は、青白のミセラランドからスタートということで、おそらく、はい、これはコントロールですね。そして、とちとちと引いてきてしまう。あまりクリーチャーをね、展開したくないので、雇われ詰めを育てていきましょう。おそらく、一時的封鎖とか、4マナ域以降の全体族が入っているタイプかなと。測量補充で、大抵ね、ここで、全体族にたどり着くので、2枚を手札に加えていく。さあ、ということで、ここも、クリーチャーは展開せずに、育てていきましょう。ちょっと土地を引きすぎですね。土地と引いてきてしまっているので、そろそろ有効牌を引いていきたいですが、さあ、1マナクリーチャーではあるんですが、相手もこれは放置はできないんで、どこかでは対処をする必要がありますね。さあ、これ、封鎖を使っていく。この位置思考感は全然 OK かなと。さあ、さらに土地、4ターン連続土地はさすがに厳しい。ミシェラランド出したいんで、ここは、稲妻を打って5点を入れていきましょう。さあ、これで残り8点まで。ただ、4ターン連続で土地を引いているため、これを除けられるとね、ちょっと厳しくなっていきますね。で、相手はオセロコントロールということで、当然ながら除去はまだまだ持っているでしょう。こういう場面でね、テルサとか引けるとだいぶ強いんですが、初手から全部土地ですね。5ターン連続土地。さあ、能力で多様なネズミは引くことができましたが、ただ、このターンはもう除去って殴っていきたいかな。多様なネズミ出して、で、次のターン全体除去で何もできず、っていうのが最悪かなと。さあ、ベイザーはしっかりと倒して、4点を入れていく。残り8点まで。5ターン連続土地はさすがに、かなり厳しいですが、相手ね、まだこっちの手札知らないんで、これがバレると、だいぶきついですが。さあ、ここはミストムーア。はい。ようやくクリーチャーを吹いていく。ただ、ここは、アドバンテージ優先でいきたいですね。お、テルサ。これはだいぶでかい。さあ、テルサで、手札の土地2枚をルーティングしていきましょう。これがね、新型赤単の最大の強みですね。赤単の最大の負け筋って、マナフラットなんで、マナフラットを回避しながら、有効牌2枚に変えていくと。さあ、1手、1体相打ちで、1体はチャンプ。雇われずにも出していきますか。仮にここで全体除去があったとしても、後続で叫ぶ宿敵、プラス顔面村からの進化の英雄といけるので、大体いけそうな感じはしますね。さあ、噴水口を出してきて、
まあ、解体爆破場があるんで、はい、ここで起動。ただ、まあ、顔面村が残るのはだいぶ偉いですね。進化の英雄を速攻で、まあ、パワー3で殴ることができるということで。さあ、審判の日、来ますが、さらに、ミシュランの日でいく。さあ、このターンに、6点入れることができて、で、さらに、ミシュランドも置くことができて、かつ、進化の英雄が死んだら2点飛んでいく、という状況。2枚目のベーザとか、以外だったら大体いけそうですが、どうでしょう。はい、ミストムーア。まあこれはどうでもいい。残り2マナ。これは勝ち確かな。まあ、進化の英雄がね、あるんで、まあ、どうやっても勝ちですね。さあ、本体に打ち込んでいきましょう。いや、この試合はテルサに助けられましたね。サイド行きましょう。さあ、相手、まあ、後ろコントロールなんですけど、倒したいクリーチャーっていうのがもうベーザだけで、まあ、ベーザは本当にもう1マナで対処したいということで、赤術の連射は入れていきましょう。で、稲妻の一撃は、まあ、効率が悪いということで、ちょっと抜いていく感じですね。で、相手2色デッキなんでね、山猫があんまり効かないじゃ効かないんですけど、まあでも稲妻の一撃よりは欲しいかな。3点以上、だいたいダメージが入っていくので、で、特に対赤単のサイド後って、カウンターとかはね、だいぶ抜けていくということで、まあダメージが通りやすいクリーチャーではありますね。そして、まあ1マナ駅ちょっとだけ抜きますか。これでいきましょう。さあ1本目勝って2試合目。土地がやや多めですが、まあキープしてみますか。この雇われ詰めが、ただまあ後続のクリーチャー引きましたね。さあ、なんとか2体目のクリーチャーは引いていく。そして山猫まで、見えているハンドですね。ここはもうそのまま殴って、で、2、3にしますか。ただ相手止まってきてるので、まあ除去を打ってくる可能性が割とありそう。構えてくるのであれば、起動はしないですね。はい、除去を打ってくる。であれば、進化の栄養を出して、ターンを渡していきましょう。まあ顔面村もあるということで、クロック的には割と相手は無視できない。さあ、ただこれどうでしょう。一試合みたいにね、どんどん通ってくれるといいんですけど、追放は嫌だけど、追放、はい。まあまあ、これは仕方ないですね。さあ、2試合目ちょっとしんどくなりそう。ライフは1点しか削れていない状況。で、この状況で山猫はめちゃくちゃ弱いんで、だったら何もしないかな。カウンターにも引っかかりますし、通っても1点だけ。はい。相手もマナスクリューしてるんですけど、こっちもマナフラット。さあ、特殊土地2枚目。まあこれ4点火力として打っていきましょう。さあ、何も引かない。これどうするかな。まあ、このターンまでは、また4点火力構えでいいんですが、まあ、もう1枚ぐらい特殊地形出してくれたら、はい。まあ、山猫出してもいいかなという感じではありますね。まあ、ミシュラランド起動でもいいですけど、ミストムーア。ミストムーア。ミシュラランド起動でいいかな、これは。ちょっと火力を打つかどうかはまだ考えたい。進化の英雄。5マナ、6マナ。進化の栄養速攻よりも、一旦殴ってから山猫かな。ちょっとタイミングがね、あんまりないんで、殴ってから山猫行きましょう。まあ、ここは、相打ちで別に OK。さあ、山猫を出して、3点を削っていく。さあ、どうでしょう。まあ、一応これでベーザで、
ゲインができない状況。で、これ1枚に対して、確定除去とか全体除去使ってくるのであれば、まあそれはそれで全然 OK かなと。はい。ここ1体に対して審判の日。これを使ってくるということは、全損事故とかはないですね。ということで、進化の意を走らせていきましょう。これはもう殴るかな、どっちとも出して。さあ、これで6点アタック。で、相手の動き的に追放除去はない。まあ、太陽効果とかはある可能性はありますけど。さあ、ただここでベーザー。4点ゲインのところに10点。ただ、これベーザーは除去らずに殴るが正解な気がしますね。4点4点アタックで、まあ死んでも4点プレイヤーに飛んでいく状況。そのまま殴りそう。ベーザー除去ってもね、これチャンプチャンプされるだけなんで。さあ、ブロックしてくる。これで、プレイヤーに4点入って、残り6点。火力と合わせると、相手多分この進化の英雄を追放できない限り、結構しんどいはずですね。さあ、ここで食料補充。まあ、追放除去も2枚使ってて、封鎖とかはまだ見えてはいませんが、どうですかね。さあ、2枚を手札に加えていく。ハンドは全然多いですが、追放できないと相当厳しい状況。ミシュラランドは解体爆破場で割られてはしまいますが、クマパン。巨海の怒りはだいぶ偉いかも。相手この11でね、散布できる状況ではあるんですけど、トランプルがついてしまうと一気に決めることができますね。で、相手この進化の英雄倒せない状況なんで、さあ、追放除去があるかどうか。なかったら勝ち。カッパ、はい。これは払っていきましょう。残り2マナ。通っていく。これは決まったか。ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。かなり微妙だが、やるか。まあ、相手のデッキによりますけど、どうでしょう。あんまりね、キープしたくないハンドですけど、最低島からスタート。これテレサが引けたのは、だいぶ偉いですね。相手止まってきてるんで、まあ、インスタントを持ってる。青白ガンマか、イゼットカカンとかですかね。さあ、イゼットカカンですね。イゼットカカンね、自分も一番最初に動画上げてますけど、めちゃくちゃ強いですね。さあ、豊田ネズミ。まあ、一旦二段攻撃をつけて殴っていきますが、まあ、相打ちは全然 OK。巨海の怒り。ただこれは相打ちにもならない。まあ、ただ、ここに巨海の怒りは全然、一時交換なんで、いいかなと。さあ、即走出して、お、なるほど。蓮の決意。まあ、おそらく氷港とかも入っているタイプではあるかなと。さて、まあ、ここは、ガンガン宿敵を出して殴っていきましょう。で、巨大の怒りももう使って OK ですね。さあ、9点アタックで残り7点まで。まあ、手札にテレサもあるんですけど、基本的に、この、対アグロ、相手は宿敵が優先ですね。テレサはまあ、ルーティング能力が強い速攻クリーチャーということで、まあ、ルーティングをうまく使っていきたいかなと。さあ、嵐ような才能を出してきますが、相手は追放領域に火力もある状況。土地、はい。死にはしないよね。7、8、9、10、11。うん。で、逆に相手これ殴れないんで、殴ってくる。
殴ったら大体死にそうですが、さあ、テルサ。これ2枚ともいらないので、ルーティングしていきましょう。さあ、フルアタックで投了と。さあ、相手、イゼット果敢ということで、軽量速度はちょっと増やしておきたいですね。塔の天下を少し入れて、3、4枚ぐらい入れていきたいかな。で、後手ということもあって、爪をちょっと抜いていく形でいいかなと。さあ、1本目勝って2試合目。クリーチャーなし。だが、後手なんで、除去からテルサでもいいかなと。さあ、相手これ2点火力がある、感じですね。塔の天下ではなくて、プレイヤーにもいけるやつ。さあ、目立つたがりを計画していく。これはしっかりと除去を打っていきたいですが、目立つたがり2枚目。はい。さあ、これは除去っていくんですけど、いや、どうかな。稲妻の一撃の方を使った方が良かったかも。一応この2、1で、3マナをね、構えることができるんで。さあ、目立つたがり、出してくる。モップと、はい。多分、その、タフネスアップは、もう巨海の怒りだけなんで、さあ、稲妻の一撃で1体は倒せるんですが、塔の天下はやっぱ残した方が良かったかな、これは。さあ、稲妻の一撃。打っていくが、残り2マナある状況。大体2点本体火力もあるんで、7、8、9。9点を入れていくか。巨海の怒りまであるのこれ。巨海の怒りまでありそう。ありますね。いや、これはね、さっき即走に塔の天下使ったのがまずかったですね。ただこのターン10点だけなんで、まだ全然ワンチャンある。相手の残りのハンドは、2点火力っていうのが分かってるんで、ここはそのままターンを渡していく形ですね。さあ、さらに土地を行って、これは、巨海の怒り回収か。はい。3、4、5。残り5。ただここは除去を警戒して構えてくる。ただこっち何もないんですよね。テルサで除去を探しに行くのが一番いいかな。さあ、テルサで2枚ルーティングしていきましょう。ただ、塔の天下だと、何も引かず。残り16。このターンに死ななければ、全然、まだありますが、巨海の怒りと何を持ってるかですね。で、こっちの除去を警戒してくれるかどうか。ちょっとピコピコさせておきましょう。ただ、どうでしょう。全部打ってくるかどうか。巨海の怒りまで打たれると、はい、これはもう打ってきましたね。3問目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。1マナクリーチャーはないですが、割といいハンドですね。除去があって、2、3と確定しているハンド。相手は1ターン目は何もなし。これは進化の英雄からかな。はい、除去ありますね。一旦進化の英雄に除去を打たせて、で、次のターンから、いろいろと選択肢があるハンドで展開していきましょう。さあ、できればクリーチャーを出してきてほしいですが、才能、はい。才能から、ただこれは打たないかな。まずは宿敵から。で、赤マナ止まってきてるんで、もう1枚、何かを持ってますね。巨海の怒りか、
火力なのかはまだわからないですが、さあ、蓮の決意。氷湖はね、まだ見てないんですけど、まあさすがに多分入ってはいるとは思う。さあ、2点。5点まで入れていくか。巨海の怒りを使っていく。はい。さあ、6点通って残り14。まあ、これは、挑戦者出して、クリーチャー除去っていきますか。うん。まあ、ダメージレス勝てばいいんで、まあ、宿敵に逃げしましたけど、これ、まあ、どこでもいいですね。本体にはやらないんで。さあ、6点通って残り9点。で、火力を挑戦者に打たせて、宿敵テルサと6点クロックがあって、さらに火力もある状況。さすがにだいぶ有利そうですが、どうでしょう。まあ大体いけそうな気はする。さあ、山立っていますが、2点火力だとどうしようもない状況。テルサ出して、まあ爪はいらないんで、ルーティングしていきますか。うん。さあ、これもう火力で、何でもいけそう。次のターン死ぬことはさすがにないと思うんで、目立ちたがりが計画されてたら、まあワンチャンはあるかもしれないですが、まあ結局赤系のデッキ相手だと、叫ぶ宿敵がね、相当強いんですよね。ライフが、まあこういう詰められた状況になってしまうと、確定除去で倒さないと、まあダメージが本体に飛んでしまうと。さあ、トの天下使ってきますが、残り2マナ。まあバウンスとか、カウンターとかあっても大丈夫なはず。ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。